メリカから10時間かけて飛んできて10分喋って帰ります。それでは始めたいと思います。私は Google でウェブマスターという仕事をしています。このようにさまざまなデザインのウェブサイトを作ったり、記念日にはロゴを描いたりもしてきました。あの日も普段通りに東京の六本木ヒルズオフィスで仕事をしてました。強い揺れを感じて会議室の外に出てみると、社内は騒然としていました。東北ほどではないんですけれども、もちろんかなり強く長く揺れて、その時窓から外の景色を見たのがこれです。お台場方面から煙がもう上がっています。社員も避難を開始して、我々はしばらくこの異常な事態にただ様子を見ることしかできませんでした。しかしこの時アメリカではすでに動きが起こっていました。 Google にはこうした震災に対応するチームがあります。ハイチの地震やチリの地震でも活躍したこのクライシスレスポンスチームが、震災が始まって1時間後には被災者の安否情報を確認するためのパーソンファインダーの準備にかかっていました。その頃日本でも混乱が少しずつ収まってきて、私は日本のチームにすぐに緊急対策のサイトを作るように指示をしました。その時の様子がこれです。実は私の仕事机は自分で勝手に買ったこたつなんですけれども、そこにですね、さまざまな部署から人々が集まってきて対策を始めました。結局このこたつが震災対策本部になって、みんなで膝を突き合わせて議論しながら対策を進めることができました。アメリカとも歩調を合わせて、震災から約2時間後にはパーソンファインダーと最初のバージョンのクライシスレスポンスサイトを立ち上げることができました。ただこの時点ではこのウェブサイトは完璧とは程遠いものです。パーソンファインダーは日本語の対応がまだ完全ではなく、誤入力を受け付ける危険性がありました。しかし我々は人を信じて、まずはこれを立ち上げよう、完璧でなくてもいいからとにかく人々に届けようと全速力で立ち上げました。この完璧でなくてもいい、とにかく出して迅速に対応する。エンジニアたちはどんどんアイデアを出して、避難所情報、そして電車の遅延情報、昼夜を通して改良を続けていきました。2時間後には衛星も動かしています。最新の現地の写真を届けるために活動も開始していました。こうした判断をするのに上司の許可などは一切取ったりはしませんでした。情報をこたつに集めて現場で議論し、その場で決めていました。アメリカもディレクターも現場を信じて、お互いに自分たちを信じて活動していました。翌日以降は僕はもうリーダーでも何でもありませんでした。次々にチームからリーダーが出て、一人一人がリーダーシップを持って個人で判断し行動していました。世界各国の社員もそうです。次々に支援の手が差し伸べられて24時間体制を築くことができました。その結果、震災からわずか2週間で我々は37もの震災関連対策のプロジェクトを立ち上げることができました。パーソンファインダーには最終的には67万件もの登録がありました。このパーソンファインダーの67万件の登録は Google 単体の力で成し得るものではありませんでした。 NHK や各種メディア、携帯通信会社、さまざまな企業が自分たちで集めた情報をパーソンファインダーに統合してくれました。普段は競争しているような企業が人々のために自分たちの利益は顧みないで協力してくれたのです。その結果がこの数字につながっています。こうした例は他にもあります。自動車通行状況実績マップです。これは被災地へ駆けつけるためにどの道を通ることができるのかを表示したマップです。
青いところが通れる道路で、灰色のところは通れない道路になっています。なんで通れなくなっているのか。それは津波で流された船が道を塞いでいるからです。こうした情報は地図上からは知ることができません。実際に自動車が通っているかどうかを GPS で取ったデータが必要です。この貴重なデータを提供してくれたのはホンダとパイオニアでした。自分たちのサイトに誘導するのではなく、データそのものを我々を信じて共有してくれました。我々も自分たちが得たデータや情報を再利用可能な形で、できるだけ誰もが使える形で公開するよう努力してきました。パーソンファインダーは被災者の安否情報を誰かが入力しなくては使えません。ただ現地ではそれができる手段は大変限られています。その時ツイッター上で避難所に書かれている名簿をみんなで共有できるようにしてはどうかというアイデアをつぶやいた人がいました。この人は実は元 Google 社員なんですが、これを見たエンジニアがわずか8時間でこれを実現させます。これは避難所の壁に貼られた名簿ですね。それを1箇所に集めて、そこに書かれている名前を人間の手でパーソンファインダーに入力していくという、ちょっと気の遠くなるような作業です。最初は会社のセールスの社員を中心にしたボランティアがこの作業を請け負っていましたが、すぐに人手が足りなくなります。そこで我々は社外の人々にボランティアを募ることにしました。この決断は議論を呼びました。なぜかというと、名簿の写真だけじゃなくておかしな画像がアップロードされる危険もあります。また意図的かどうかでないにせよ、誤った情報が入力されて、その結果パーソンファインダーが混乱する恐れがあったからです。しかし我々はそうした事態が起こらないと信じてこのサービスを始めました。その結果は我々の予想を裏切るものでした。悪い方ではなくいい方にです。ボランティアの方々は自分たちでネット上で議論して、より効率的に入力できる方法を考え出していったのです。その結果、5000人のボランティアが1万枚の写真を処理し、14万件の登録を達成しました。懸念していたようなおかしな画像は震災後1ヶ月の間、一切アップロードされませんでした。今回の震災は日本だけでなく世界からも注目と支援を集めました。ホームページ上で義援金を募るだけではなく、世界から集まったメッセージを日本語に翻訳して表示させるサイトも作りました。4万件以上の世界中からいろいろな言葉で集まったメッセージを日本語に翻訳してこうして表示できます。このメッセージは実際に短冊として仙台七夕祭りでも届けられました。このグラフを見てください。これはクライシスレスポンスのサイトに集まったアクセスのグラフです。ここに配置があります。チリ地震がこのような形でアクセスが集まっています。今回の震災はこれです。いかに今回の震災が未曾有のものであったか、そして世界中からどれだけの注目を集めたか分かると思います。復興に向けての活動も開始しています。これは東日本のビジネスの生の声を伝えるサイトです。実際にそれぞれの人たちが自分たちで自分自身の CM を作ることができます。8万5000以上の CM が作られ、延べ130万回以上も見られました。Google の社員食堂でも東日本の食材を食べるコーナーを作りました。また震災の記憶を残す試みもしています。被災地の様子をストリートビューで記録して残すデジタルアーカイブプロジェクトです。多分永遠に続くプロジェクトなんだろうなと思います。その中にあって今回被災したこの気仙沼市はじめ3人玄関の街並みをこの時点で1回記録していただくこと、このことは必ずや後に私たちにとって貴重な財産になるんだろうなというふうに思っています。
年内には一部が見れるようになる予定です。また今回震災や津波地震で思い出の写真を失ってしまった人もたくさんいます。そのために未来への記憶というプロジェクトも進めています。これは例えば気仙沼の景色が見たいといったリクエスト、テーマを投げると、その写真を持っている人がアップロードして共有できるというサービスです。すでに4万7000もの動画写真が共有されました。また音楽アーティストがチャリティーライブをする際のサポートもしています。現地に来れない人のためにインターネット上でその様子を映像や音声を通してストリーミングするようなサービスです。今までに Dreams Come True や福山雅治さんのライブを配信してきました。最後になりました。今回震災で学んだことはたくさんあります。僕たちが震災対策で学んだことはたくさんあります。ただ最も大切だと思ったのは人を信じるということです。ウェブサイトもパーソンファインダーも完璧とは程遠いものでしたが、人を信じてローンチしました。名簿共有サービスでは懸念していたようなことは全く起こらずに、想像していた以上のコラボレーションが起こりました。さまざまな企業が我々を信じてデータを共有してくれました。アメリカやディレクターも現場を信じ、現場もお互いを信じました。しかし我々は時に迷いました。人を完全に信じられなかったからです。ただ今回学んだことは、人は信じることができるという事実です。そしてそれによって得られるものの大きさです。我々はこれからも東北の復興を信じて活動を続けていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。